1週間前の話。娘を連れてドライブインに行った。なんてことない山道を進んでいって、途中のドライブインで飯食って。で、娘を驚かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら、急にエンジンが止まってしまった。山奥だから、携帯もつながらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れてしまった。飯食ったドライブインも、歩いたら何時間かかるか。で、しょうがないから、その日は車中泊して、次の日の朝から歩いてドライブイン行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうち、夜になった。山の夜って、なんも音がしないのな。たまーに風が吹いて、木がざわざわ言うぐらいで。で、どんどん時間が過ぎ去って、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って目を閉じてたら、何か聞こえてきた。今思い出しても気味悪い。声だか音だかわからん感じで、天相滅って何度も繰り返してるんだ。最初は聞き間違えたと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいてきてる気がしてたまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えた。形はウルトラマンのジャミラみたいな頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが例えるなら、ケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をブレさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝てる娘が起きないようにって変なとこに気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、天相滅って音がずっと聞こえてた。音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかったから、ほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら頭がないと思ってたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑ってる。俺は怖いを通り越して娘に近づかれた怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端、そいつは消えて娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って娘に謝ろうと思ったら、娘が入れた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 
ってブツブツ言ってる。やばいと思ってなんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。急いで来た道を戻っていった。娘は隣でまだつぶやいている。早く人がいるとこに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた入れたから転送滅にいつの間にか変わってて、顔も娘の顔じゃないみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが寺の隣の住職が住んでるとこには明かりがついてて、娘を引きずりながらチャイムをした。住職らしき人が出てきて娘を見るなり俺に向かって「何をやった!」って言ってきた。山に入って変なやつを見たことを言うと残念そうな顔をして「気休めにしかならないだろうが」と言いながらお経をあげて娘の肩と背中をバンバン叩き始めた。住職が泊まってけというので娘が心配だったこともあって泊めてもらうことにした。娘は山の毛に疲れたらしく49日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かってなんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話してなんとか信じてもらった。住職が言うにはあのまま家に帰っていたら妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく完全に山の毛を抜くまでは妻も娘に会えないらしい。1週間経ったが娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見に行ってるがもう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。遊び半分で山には行くな。